伊丹ローズガーデンの広沢です。今回はグラハム・トーマス縦長の小さなフェンスへの誘引です。植え床はそこそこの大きさ60センチ角ぐらいで、深さも70センチぐらい掘ってありますので比較的よく育ってます。横幅がだいたい80センチぐらいのフェンスで、高さはフェンス自体2メーターで、その上まで少しありますので2メーター2、30センチっていうところですかね。植えて3年目の株ですんで、ものすごくシュートもたくさん出てて、で細かい枝もたくさん茂ってます。この株は8月に一旦古枝をほとんど取ってシュートばっかりにした株なんですけれども、それでもちょっとこの大きさのフェンスにははみ出てしまうぐらいものすごい量の枝がありますので、かなり枝数を減らした形での誘引になります。夏に枝整理をしたとは言っても、この量の枝なんで、しかも葉っぱが結構たくさん残ってるんで、枝の状態がよく分かりませんもんで、やっぱり全部紐を外して枝も全部外して、それから枝を整理して、祝えていくという形になります。でアーチなんかもそうなんですけども、アーチも言ったらこの幅の狭いフェンスというふうに捉えることができると思うんですけれども、枝数できるだけ枝数たくさんの状態で、こう横に寝かしてそこで切るっていう誘引が花数を増やす、下から咲かせるっていうのには有効です。なので、参考図書には蛇踊りのように1本のシュートをこういうふうに曲げて上まで誘引しましょうって書いてある参考書も確かにあるんですけれども、実際にこのようなグラハム・トーマスみたいな品種で、割と細い枝が長く伸びるような品種で、それをやっても結局上の方しか咲きません。理論的なことなんでしょうけれども、実際には、やっぱり蝶が優勢で先っちょの方しか咲かないんですね。なもんで、夏の間から太いシュートが出たら一回ピンチして枝数を増やしてやるとかいう形で、とにかく枝数を増やすように、育てて、でその枝を1本ずつ横に寝かして切るっていうのが、大事です。それからたくさんの枝数にして、枝をこう編み込むように交差させて誘引しなさいという、先生もいらっしゃいますけども、枝交差させると交差点に、花枝が上がるというか、葉っぱとか枝が固まってしまいまして、要は交差してないところ、ひし形のところには葉っぱがあんまりないという状態になりますんで、翌年のこういう誘引作業も非常にやりにくくなりますから、できるだけ枝は交差しない方がいいですね。交差せざるを得ない場合もあるんですけど、できるだけ枝は交差せずに平行に誘引していくっていうのが大事かと思います。こういう壁に近いところに設置したフェンスの場合、フェンスから壁側に枝が入ってしまってるんですね。そうなると
一旦外してこっち側へ倒すっていうことができないので、できるだけ引っ張り出しはするんですけれども、引っ張り出してね、枝を整理した方がいいんで、でも諦めて、もう引っ張り出さずに、あまり引っ張り出すと折れちゃうんで、そのまんまでその位置で高い位置で横へ寝かすっていう枝も出てくるかなと思います。こんな感じで枝を整理していく中で、明らかにこの誘引するスペースに対してこの株の今の現状は枝数があまりにも多いので、少し枝を外す段階で古い枝から外していった方がいいですね。その外す際の枝の選び方なんですけども、こういうふうに枝が出てる場合ですね、この枝が、古い方になりますね。これは去年出た枝、これですね。でこの枝が、一昨年の枝、ちょっと画像では分かりにくいかもしれませんけれども、見た感じ新しい枝があるんですけれども、とにかくこういうふうに枝分かれしてたらこっち側を切ってやるといいですね。でこっちの新しい方を残してやるっていう感じです。こんな状態もそうですね。ここで切ってでこれは残すっていう感じですね。でずっと上の方も見ながら、古い枝、例えばこれもそうなんですけれども、分かるかな、よいしょ、ここですね、ここで切ってっていう感じですね。あとはもう新しい枝ばっかりなんでね、こういう枝もやるとか、様子を見ながら、全体の様子を見ながら、ここもそうですね、この枝、よいしょ、この枝も先の方、やっぱりこの古いこっち側の枝の方が先の方もあんま元気がないんで、ここも少し透かします。でこの途中から出てるこれはサイドシュート、途中シュートですけども、上の方まで行って、めっちゃ元気な枝ですね。こういう枝を残します。から上の方で行くと、よいしょ、あそこにもあるんですけどね、分かりにくいかな、これ切ります。よいしょ。こんな感じで、少し枝数も減らす必要があるので、こういう感じの古い枝のところで切って新しい枝を残すような感じで枝数を減らしていきます。だいぶ枝数を先ほどの途中から切ったことによって、枝数は少し減りましたけれども、全体的に見るとやっぱりこの下の方っていうのは、日当たりが多少悪いというのと、それから腸が優勢っていう性格ですねによって、上行くほどやっぱり元気のいい枝がたくさんあるんですよね。もんで、下の方の枝については、古枝であんまり元気が良くなくても、こういった枝は、残して誘引をするということになります。一本壁面にズドーンとこうフェンスの向こうで枝分かれしちゃってて、長いのがシュートが途中シュートがあるんですけども、あれだけはちょっと引っ張り出せそうにありませんが、その手前にある枝はなんとか出そうなのでぐいっと引っ張り出してみます。これはもう出てる。頭でっかちなんで先っちょの方、明らかに使わない枝は落としてしまいます。で、よいしょ、これが出るかな。
よっ、出た。よいしょ。こいつは無理ですね。あ、折れちゃったな。柔らかい枝だ。よいしょ。グラハムトーマスってね、寒さに強いっていうんですかね、結構秋深まっても枝が伸び出すんですね。で、なかなかその枝が固まらないっていう性格がありまして、よいしょ。やっぱり上の方が日当たりのいい方、日がたくさん当たってる方が枝硬いですね。充実してます。意外と普通下の方の枝って硬いんですけども、下の枝の下の方、シュートの下の方柔らかくて、上の方が硬い枝、充実した枝になってるっていうケースも多いですね。よいしょ。なんとか引っ張り出しました。よいしょ。はい。これであとは枝を少し整理しながら結えていくという感じです。さあ、じゃあ先上から誘引していきます。通常は下からやった方がやりやすいんですけども、これはもうかなりおっきりいってるんで外します。上ほど立派な枝ですね。左側から右斜め上っていうのを狙おうかな。こんな感じですね。もう折れてますね。よいしょ。右斜め上まで行くのを狙います。この一番てっぺんはほとんど見えないところで咲くことになりますね。よいしょ。遠目には見えますけどね。さあ、次は下に降りて長い枝から上へ上げていきましょうかね。こっちの方が長いですね。一旦上で祝えたけれども、これを右上に、これが右上行って、これは左へ自然に行くようにします。やっぱりこの上の方の枝はすごく充実して硬いいい枝なんで、たくさん花が上がります。そういう意味では上の方ほど枝数を少なくしないと、全部均等に枝を振り分ける、下から上まで均等に振り分けてしまうと、今度は上ばっかりたくさん花が咲くっていうことになりますので、上の方は勢いのいい
充実した枝が、ちょっと少なめに誘引するように心がけた方がいいですね。この株の場合はなんですが、木立製の品種もそうなんですけど、つるバラの場合特に太い枝から、太くて充実した枝からはやっぱり太くて長い花枝が上がりますんで、そういう意味では上の方ほど充実した枝っていうことは、上の方が太くて長い花枝が上がってさらに上の方で咲くということになりますので、こういうふうに長く残ってますけれども、ここで切ります。で、ここで切ったところから枝、ここに芽があるんですけども、ここから伸びてこの辺で花が咲きますんで、結構充実した太めの硬い枝なんで、長い花枝が出てこの辺で咲くと思います。で、これはそうですね、交差やむなしということで、僕はちょっと寂しいんで、これ1本だけ交差させておくことにします。グラハムトーマスの場合、そこそこ大きな花が咲きますんで、枝もそんなに細くもなく、シュラブローズではあるんですけれども、もう普通のクライミングの扱いで、枝先は遊ばせずにきっちりと全ての枝を祝います。上をだいぶ祝えたので、今度は下の方を祝えます。上から来てだんだん上ばっかりになるのも具合悪いんで、バランス取るために上やって下やって真ん中やってっていう感じがバランスよくできるかなと思います。これがありますね。自然なのはこうですね。こっち先やり、右の方先やります。こういう長いのが出てるやつもここで切って、ここから花が下の方で咲くようにします。多少邪道ではありますが、枝同士を祝えるという
フェンスがないんで、祝えるものがないんで、一番下のここは枝同士を祝えてます。この辺は木立のように咲くでしょう。これもちょっと高めの木立の剪定っていう感じで自立させておきます。これはここが寂しいんでちょっと長くはなってるんですけど、こっちにもいっぱい枝があるんで、この辺へスッと行ってみましょう。どうですか？上の方まで行ってる枝で、この枝、これは一昨年の枝なんで、ここからもう花上がってこないんでね、ここにこの古い枝こうあるんで、この辺は花の上がりが少ないので、これまあ重なっても問題はないんで、この枝を入れてます。でここでこの魚枝ずっとこう来てるんで、これと平行にしてやればいいかなと。さあ、それではあと残しておいた中ぐらいの長さの枝を真ん中あたりに誘引します。この辺ですね。これで一応バランスよく、下の方は少し枝数多めで、上の方が、少し枝数少なめっていう感じの誘引にできたかと思います。よいしょ。はい、それでは誘引が終わったら、ちょっと肥料を入れておきます。これはうちのオリジナルのバラ用にブレンドした肥料です。ちょっと株がすごい元気なので、肥料の量は控えめにしておきます。あんまり肥料多いと、春花が咲く頃にシュートがもうガンガン出て、あんまりかっこよくない場合が多いんで、つるバラの場合は冬の元声よりも花後のお礼声、6月のお礼声をしっかりやった方が、しっかりやって、で、梅雨時期にシュートを出すっていう方がいいかなと思います。花咲く時には肥料が薄くなってる方がいい花咲きますしね。ピートモスでマルチングしてあったんで、ピートモスも一緒にすき込んで、マルチもすき込んでしまいます。植え床が小さいんで、太い根っこをバツッと切ってしまわないように、細い根っこは多少切れてもそこから新しい根っこが出ますからね。太い根っこを切ると大半の根っこが失われてしまうと水上がらなくなって
枯れちゃう可能性ありますから、その辺はちょっと様子を見ながらという形になります。ここは植え床下70センチぐらい掘ってあるんで、相当深く根は入ってますから、表面の根っこを切れるぐらいでは全然影響はないと思いますが。肥料と堆肥をすき込んでやります。はい。というわけで、グラハム・トーマス、お家の吐き出し窓の隣の、わずかなスペースですけれども、縦長のスペースに誘引をしました。下の方が枝数を多くして、上の方の枝は結構太くてしっかりした枝がありますので、太くて長い枝が出て房でたくさん花が上がると思いますので、上の方が少し、すいた形で枝数が少ない形になります。下の方ほど細かい枝がたくさんあって、細かい枝が花枝も細かいのが出て、たくさん花が咲くと、結果的に全体的にバランスの取れた花の咲き方になるんではないかと思います。はい、こんな感じで、グラハム・トーマスの誘引でした。よくできてますね。ゾウムシいてません？大丈夫そうですか？